この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。コンボ解説動画のパート2だな。早いよマリサ。間違ってないだろ。まあ、そうだけどさ。今回は、前回の動画である、初心者様向けの、コンボ解説動画のパート2になってるよ。どんなことを説明するんだ。主に、ジャンプ攻撃の種類と用途から、弱攻撃4種、強形、サイコナックル、V スキル1と2のコンボ、V トリガー1と2の基礎コンボについてまとめたよ。パート1と合わせてみれば、とりあえず江戸のコンボ面については、ある程度問題ないレベルにまでなれると考えているよ。だいたい25分くらいの動画になりますが、最後まで見ていただけると幸いです。それでは、ゆっくりしていってね。まずは、弱攻撃から確認していこうか。よろしく頼む。OK？ 江戸は、密着なら弱攻撃を3回当てられるキャラなんだ。しかし、とある2つの仕様によって、難しくなっているよ。仕様ね。そう、まず1つは下弱系を2回連続で出すと、2回目の下弱系のヒットバックが増える仕様があるよ。どういうこと？簡単に言えば下弱系を2回使ったコンボはできないってことかな。はい、下段2回で悪さすることはできないわけか。そうなるね。そしてもう一つ、B ボタンを4回押すと何が出る？なるほど、フリッカーか。そういうこと。3回起動モード B ボタンを連打してるとフリッカーに出せやすい。かといって3回起動んだ後にフリッカーが操作しても難しい。だから、3回弱攻撃するのが結構めんどくさいキャラなんだ。さらに、3回弱攻撃を使った時、つながる必殺技がフリッカーと EX アッパーしかないのも、3回弱攻撃の難しさを助長させてるよ。なるほどね。おまけに、フリッカー CA とつなげる時の2回の方が火力が出るから、無番や CA ゲージない時くらいしか3回起動はおすすめしないよ。わかったぜ。それで、弱攻撃4種類を確認すると、サンフレ発生の弱系、下段の下弱系、あまり性能差のない弱 P と下弱 P の4つなんだけど、少し確認していこうか。よろしく頼む。OK、まずはサンフレ発生の弱系だよ。これが一番発生が早い技だね。暴れに使えそうだな。そうだね。これを使うときはサンフレ暴れコンボとしてなんだけど、これ地味に難点があるよ。難点ね。実は、弱系指導だと3回刻みが限定されるよ。弱系、下弱系、下弱 P だけ可能だね。なるほど、刻むのに制限があるのね。これは、だから、弱系指導コンボは思った以上に使いにくいんだよね。相手の連携に割り込んで使うにしても少し離れるとこうなるから、相手の押し攻めが難しい時の暴れに使うとかがいいと思う。なるほどな。次は下弱系だね。下段技だから、結構使うんじゃない？江戸は歩きが速い方だし結構使いやすいよ。それに、トライアルにありコンボで、下弱 P 下弱系下弱 P と3回刻むコンボがあるから、コンボパーツとしても使えるよ。なるほどな。もちろん、下弱系を2回出すとコンボにならないから、その点は注意してほしい。わかったぜ。それじゃ、次は弱 P だね。ヒットで5フレ、ガードでも3フレ。カウンターだと7フレ有利が取れるから、中 P にも繋げられるよ。置き攻めでも使えるし、ナルトの卓にも持っていける。かなり使いやすいから使用頻度も多くなると思うよ。なるほどな。また、弱攻撃は弱 P と下弱 P でしか必殺技キャンセルできないから、必殺技の前にも使えるんだ。特に、冷静クラカンコンボをはじめ、強いフレで攻撃できるけど刻めない時とかの探索で必殺技に繋げるよ。なるほどな。さて、次に下弱 P なんだけど、ヒットで5フレ、ガードでも3フレ、カウンターだと7フレ有利が取れるから、中 P にも繋げられるよ。弱 P と一緒じゃん。そうなんだよ。ぶっちゃけ弱 P と下弱 P の違いがあまりないんだ。本当にないよ。いや、わずかに下弱 P の方がリーチが長いのと、
トリガー2でキャンセルした時に1プレだけジャッピーが有利かな。それと、下ジャッピーの方がヒットバックが大きくて、3回刻みがしにくいんだよね。なるほどな。あとはクーキャンというテクニックがジャッピーにあるけど、まあ、コンボにはあまり影響がないから、ジャッピー下ジャッピーは好きな方を使ってくれればいいと思うよ。ちなみに私は自分のしゃがみガードの使う量で使い分けているかな。なるほどな。さて、まとめると、弱形は3フレ発生でコンボ時間技向け、距離が離れるとコンボしにくくなる。下弱形は下段で3回刻みにも使える。弱形と下弱形は必殺技キャンセルできないし、下弱形を2回刻めない。ジャッピーと下ジャッピーは性能が似通っていて、必殺技キャンセルできるのがその2つのみ。カウンター時には中継に繋げられる。とまあ、以上かな。コンボパーツとしてはジャッピーと下ジャッピーが使いやすくて、差異があまりないことを覚えてくれれば楽に役立つかな。はいよ。さて、次はジャンプ攻撃を確認していこうか。オッケー？よろしく頼むぜ。江戸のジャンプ攻撃は結構役割が決まっているんだ。そうなのか。めくり判定は中継にしかないし、それぞれの性能がわかりやすいからね。というわけで弱形からいこうか。はいよ。弱形はジャンプ攻撃の中で一番発生が早く、上り上段として使われるよ。あとは V トリガー1のローリセットプレイに使われるくらいで、コンボとしてはあまり使われないかな。ふむふむ。次はジャッピーだけど、攻撃の打点の高さから、とっさの空対空に使うね。だから、これもコンボとしてはあまり使わないかな。なるほど、ジャンプ攻撃の逆はあまり使わないんだな。そうなるね。次が中継だけど、これが一番使いやすいよ。めくり判定持ちだもんな。曲げた足らへんにあるね。漏れないうちはこれだけ使っていても問題ないと思うよ。使いやすいのはいいな。次は中 P だけど、これが結構難しいんだ。難しい。空対空の主力でかつコンボパーツとして唯一使われる。ヒットでダウンするジャンプ攻撃なんだけど、追撃判定が一番消えやすい技なんだよね。というと、空対空や空中ヒットになった直後とかならヒットするけど、コンボが長かったり空中ヒット数が多いと使いやすいんだ。使いどころを選びそうだな。そうだね。とはいえ火力を伸ばすのに役に立つことが多いから、コンボパーツとしての使い方は覚えておいて損はないと思う。なるほどね。それじゃ次は強 P と強 K に触れていくよ。あや、一緒なのか。コンボ動画に上げていたのがこのどちらかからが多かったように、基本的にジャンプ攻撃はこの2つが一番火力が出るんだ。ほうほう。共にダメージは90で、火力的な違いはないんだ。だから、ジャンプ攻撃が確定する場面で、どちらかの方が良いってことはあんまりないかな。なるほどな。注意点としては、ロー P の場合、地上近くでヒットさせるとこのように、ヒットバックが大きくなってコンボできなくなるとかあるんだ。ピオらせて画面端でコンボしていたのに、とか普通にあるからその点だけ注意だね。高めで当てれば問題ないわけだ。そうだね。さて、この強形と強 P のダメージは一緒だけど、見ての通り攻撃範囲が異なっているよ。ふむふむ、強 P が下方面に、強形が横方面に広そうだな。その通り、強 P8 カメの飛びに、強形は遠目の飛びに、といった感じに使い分けられるといい感じだね。なるほどな。さて、ここでまとめると、コンボで使う中 P を除けば、基本的にめくりの中形、下に強い強 P、横に広い強形、この3つを主体的に使っていくよ。ダメージの高さと攻撃範囲を考えて使い分ければいいんだな。そんな感じだね。慣れないうちは中継と強形でジャンプ攻撃していれば、間違いないと思うよ。わかったぜ。それじゃ次は強形のコンボだね。そばっとシックだな。強形は10フレから空中判定になる攻撃で、江戸の技の中でも随一のリーチの長さなんだ。おまけに下段判定を引かせる効果もあるから、遠目からこの技を振って先制するといい感じだね。ガード手マイナス4。
近くで出すのはダメそうだな。その通りだね。また、クラカンの時だけコンボに移行できるよ。個人的に始めたてで一番難しかったのがこのコンボだから、クラカン確認で前捨てできるようになれば江戸一人前だと思う。とっさに前捨てしないといけないんだもんな。クラカンの使用上、前捨ての受付猶予が増えるから、練習してみてほしい。頑張るぜ。さて、飛ばすとクラカン後は前捨てで4フレだから、基本的にコパンから必殺技をつなぐんよ。コパンとなると通常アッパーが繋がらない感じだな。そうだね。安定して繋がるのはフリッカーが大丈夫。ちょっと難しいけど状況次第でコンボの幅が広がるスパークを使うよ。まあ慣れないうちはコパンフリッカーから練習して、コンボ動画に上げた強形クラカン指導コンボを練習してほしいかな。至近距離だと歩いてした強 P が繋がったよな。そうだね。あまり至近距離で当たることがないから詳しく言えないんだけど、歩きすぎたり距離が長かったりするから、よっぽど根元ヒットした時以外は狙わない方が安定すると思うよ。どちらも慣れが必要そうだな。そんな感じだね。それじゃ次はサイコナックルだね。ダメだい P か。ダメージが100で、ガードでの拡散がないマイナス2フレ。ヒットガード問わず当たったら裏を取るその挙動から、画面端脱出にも使える優れ技だね。ゲージ使わず画面端脱出できるんだもんな。さらに、ジャンプ攻撃よりも火力が高いから、一部の無敵技ガード後にこれを当てるといいダメージが取れるよ。なるほどね。注意しなければならないのはその当たった状態で、空中ヒット、地上ヒット、地上3目ヒットでコンボが変わるよ。ヒット状況ね2日目でヒットした場合は7フレまでの技が地上くらいになるけど、3目でヒットすると全部空中くらいになっちゃうんだ。つまり、地上近くの先以外はコンボが限定されるんだ。なるほどな。地上くらいなら中軸からの基本コンボを、相手との距離差はあるけど展開できる。逆に遠目だったら必殺技のみでしか繋がらない認識でいいと思う。空中なら、高さ次第だけど画面端以外でフリッカーとしたトリガーにもに繋がるよ。相手と当たった時の空中の高さで逐一変化するけど、空中くらいだと思ったら P ボタン連打するのが安定だと思う。なるほど。しかし当たった距離ね。そればっかりは慣れの部分はあるね。キャラの大きさによって分かりにくいこともあるし、攻撃中の相手にヒットした時なんかで、遠いのに近距離ヒットになってるとかもある。これに関して一つ言えるのは、近距離だと思って中 P が空中ヒットになっても、4フレ有利だからそのまま下中 P が当てにやめてき技以外割り込めないため、怪しかったら中 P 振っていけばまあなんとかなるよ。そうか。忘れちゃいけない、近距離と遠距離の違いだけど、だいたい密着から2バックスですると、遠距離になるよ。他に見分け方なんかない。わしは音で判断しているかな。音？そう、ヒット音と江戸の声のラグ。もちろん距離でも判断しているけど、ヒット音と江戸の声が重なり気味だと近め、逆にヒット音が声より遅いと遠め。とまあ、個人的な意見だけどね。見れる人なら膝崩れの速さとかでもいいと思うから、練習してみてほしい。頑張るか。さて、次は V スキル関連に触れていこうか。よろしく頼むぜ。OK？ まずは V スキル1だね。V スキル1はアーマーをくせるアンカーを出す技だよ。ダメなしだと単体のみの技になるし、下 V スキル1のダメなしだとコンボの締めや対戦に使うね。下 V スキル1は EX スプラッシュ後の攻撃によく使われると思うけど、強制ダウンになるから、必ず同じタイミングで起きるのが魅力かな。なるほどね。EX スプラッシュ以外でもジャンプ中 P、画面先でのサイコスは空中ぐらい、EX シュートからも繋がるかな。注意点としては、EX スプラッシュから、画面端では当てにくいことを抑えてほしい。わかったぜ。次はタメ版だね。タメで出すとヒット後の状況が一変するよ。通常タメの場合は今後の指導技として高いダメージを狙えるし、
したための場合追撃もできるようになる。今後の用途が広がるんだ。だろうな。通常ダメがヒットしたら、今回のバージョンから、サイコスパークを当てるのが定石になったよ。空中シュートからのエステフリッカーが繋がるようになったからだね。詳しくは、文庫で解説の方に上げているので、こちらも参照してほしい。もちろん、難しいと思ったらライジングや下のスキルでも大丈夫だよ。なるほどね。逆に、したため V スキル1は結構限られた場面しか使わないね。まあ、だろうな。本専用のコンボやキャラゲンコンボ、あとは V トリガー1のコンボ関連に使われるね。キャラゲン、アビゲイル、ダンソン、フランカの3体には、ダメ V スキルからつなげられるよ。マジか。あとは画面端背負ったこのコンボとかくらいかな。追撃はアッパーが多いだな。コンボ補正がなければほとんどの技が当たるけど、コンボカウントが加算されやすいから、アッパーかフリッカーが現実的だね。なるほどね。さて、次は V スキル2だね。玉抜けか。そうだね。コンボパーツとしては追撃としてよく使うよ。通常だと画面端で V トリガーにて挑戦した時だけ、アッパーやフリッカーで追撃できるけど、基本的に下トリガーにでしか追撃はできないんだ。これはダメ版の V スキルにでも同じことが多いね。なるほど。また、試した V スキルにははじめ EX スプラッシュ、EX シュートやアッパーキャンセル V トリガーにからなんかもつながるよ。遊びが優秀で前捨て2回で2位が取れるから結構便利なのと、コンボ規制がかかりにくいから追撃としては結構安心してくれるね。コンボ規制。要するに、空中フライが長いから、コンボが途切れるってことがあまりないわけよ。それは優秀だな。でしょ？それじゃ、下 V スキル2だよ。これは下 V スキル1に近い性能をしているんだけど、最大の違いはフリッカーや下 V トリガーにて、追撃できることがあるんだ。ほほう。注意したいのはフリッカーに繋げられるのは相手が空中くらいで、コンボ回数が少ない場合のみになるよ。ああ、だから EX スプラッシュでも下 V スキルにフリッカーしても、当たらないわけか。そうなんだ。ちゃんと検証したわけではないんだけど、本的にクラカン以外の空中くらいになった。次に下 V スキル2をしないと繋がらないよ。なるほどな。試した V スキル2なら V スキル2をはじめアッパーやジャンプ中火、サイコナックルなんかでも追撃できるよ。これらの追撃は規制によって当たらなくなる場合もあるから、そこだけは注意してくれ。わかったぜ。おっと、忘れちゃいけない。下 V スキルには EX スプラッシュやサイコナックル、ジャンプ中火など結構多くの技から繋げられるんだ。あと、サイコナックルのヒットの場合だけ注意なんだけど、根元ヒットの時だけ試した V スキル2がヒットできるんだよね。難しそうだな。これ自体はヒットした時の先行入力受付が長いから、見た目より簡単にできるんだけど、サイコナックルヒット時2回目か近めかの判断が大切になるよ。なるほどな。さて、まとめると、コンボ指導になり効果力も狙える通常ため V スキル1。用途は少し変わるけど EX 技での追撃にも使える下 V スキル1と、玉抜けにも追撃にも使える V スキル2。限られた場面でだけど火力を伸ばしやすい下 V スキル1、2のため版。あとは単体仕様の V スキル1といったイメージかな。私は基本相手の弾の上で V スキルを決めているから、どちらのコンボも練習しておけば、対応できるキャラの幅が広がって、勝率も上がると思うから、ぜひ練習してみてほしい。わかったぜ。さて、それじゃ、最後に V トリガーだ。トリガーか。V トリガー1は大玉、サイコキャノンだ。7ヒットする大玉で攻撃するよ。ちゃんと使えられるし、色々と悪さできそうだよな。まあね。でも今回はコンボ関連のみの紹介だよ。そうか。このトリガーは全通常技からのみキャンセルできるよ。必殺技からはキャンセルできないのか。EX スラッシュ後なら人気状況の関係でヒットするけどね。なるほど。で、通常技からは中攻撃以上で連続ヒットするよ。
弱はダメなのか。弱やヒット距離が長い場合は弾速が速い前トリガーでないと、繋がらない場合があるんだ。先端気味だと当たらない場合があるのか。コンボが途切れちゃうんだよね。そんな中中継とした大 P は、ちょっと離れていてもヒットしやすい傾向はあるかな。逆にした設定はカウンターでないと速い球でも繋がらないんだ。なるほどね。さて、トリガーのコンボなんだけど、この通り空撃自体はかなり多くの技でできるにはできるけど、注意したいのが、これ7ヒット中に割り込むと、コンボ補正が伸びやすくなるんだ。補正。これ、当てるタイミング以外全く同じコンボなんだけど、350、354、358と、火力が最大8違うんだよね。どういうこと？ヒットの途中で補正が余計にかかるっていうんだ。だから、攻撃タイミングは結構重要だね。なるほどな。そういうわけなんで、一つだけ覚えておいてほしいことがあるんだけど、何？アッパーを2回当てるのが安定して火力が出るよ。そうなのか。7ヒットになった恩恵で、アッパーを2回当てられるようになったんだけど、これが安定して高い火力が出せるんだ。水泳にも繋げられそうだもんね。そうだね。注意したいのがコンボ補正で、EX フラッシュ後のトリガーでアッパーをすると、高いのが空で使うんだ。だから、最後だけフリッカーや EX アッパーにする必要があるんだ。まあこのコンボの場合1兵器に対して火力が出てないから、このコンボ自体あまりおすすめしないかな。なるほどね。この辺も新コンボ解説動画に上げてあるので、よければそちらも見てみてほしい。ダイレクトマーケティング。うるさい。それじゃ、最後に V トリガーにだよ。アンカーブーストか。そうだね。トリガー開放中に3回だけ強化アンカーを放出できるトリガーだよ。今回通常アッパーからもキャンセルできるようになった上、ガードしても V リバが使えなくなる特殊なガードブレイクがついて、使いやすさが倍増したんだ。はい。さて、V トリガーには通常攻撃に加え、サイコナックル、フリッカー、EX シュート、V スキルに各種、そしてアッパーからキャンセルできるよ。ガード発動でも基本に入りが取れるから、攻め続けるのにも使えるね。ほほう。さて、コンボとしては、下表示、両形グラハン、サイコシュート、サイコナックル、通常上トリガーに、アッパー、EX シュート、グラハン表示、各種ベースキルなど、下 V トリガーにも繋がるよ。なるほど。また、通常 V トリガーには6フレー内の技で、下 V トリガーには指令で追撃できるよ。6フレ。10P とかフリッカーか。10ピザとフリッカーと中継、下強系くらいしか繋がらないからね。基本下中継がベストかな。なるほど。アプデで下中継からライジングが繋がるようになって、アッパー以外が使えるようになったから、コンボルートが広がったよ。ほほう。また、コンボの猶予があまりなって下中継が難しいなら、同じくアプデから SP ライジングができるようになったから、難しければぜひそちらも使ってみてほしい。ちょっとスプラッシュ派生を下せないと繋がらないから、そこだけ注意してね。わかったぜ。さて、まとめると、V トリガー S は大玉のトリガーで、コンボを考えないと補正の関係上火力が落ちるから、倒す目的などで火力が欲しいなら、アッパー2回が安定して火力が出ることと、コンボとは関係ないけど、どんな置きでもにも使えることを押さえておいてほしい。また、トリガーには強化版アンカーを3回出せるトリガーで、ヒット後は下中級や逆で追撃できてコンボ火力が伸びやすく、CA にも繋げられて強いことを押さえてほしい。わかったぜ。とまあ、今後に関してのみではありますが、これで説明は以上になります。長くなってしまい申し訳ありません。最初の状態から、あれもこれも説明したい。と内容を膨らませたら、こんなに長くなってしまいました。とはいえ、どういったコンボがあって何をすればいいか、といった疑問には、ある程度答えられる内容にはなったかな、とは思っています。まあでも、コンボ面のみでは役に立たないとは思いますので、簡単な立ち回りなどを説明できればとも思っております。
そのため、要望があれば、江戸の基本的な立ち回りや私が使っている主力技の解説を、あげたいと思いますので、感想、評価等をお待ちしております。それでは、長くなってしまいましたが最後まで、ご視聴ありがとうございました。